朝食です。いやっほー、うまそう。皆様こんにちは。海と船ルイです。コルです。僕たちは夫婦でヨットに暮らしながら旅をしてまして、2024年に日本を出港してから約1年、フィリピン、東ティモール、インドネシアとセーリングしてきています。現在インドネシアの南スラウェシですね。ちょうどシンジャイという町を出港したところで東に船を走らせています。今回の動画は船を修理しながら旅を進めていく、そんなヨット生活の日常の動画です。この船は船齢が30年以上になりまして、日常的にいろいろ問題が起きます。一応日本で大きなところは直してから出発したんですが、中古艇というのは直すところがつきません。もともと DIY は好きなので、船の修理も楽しみながら旅も楽しんでいます。時間がかかりそうな大掛かりな作業が必要になれば、それに合わせて場所を探したりとか、旅の予定を変更します。そんなことをですね、割と行き当たりばったりで進めているような旅ですね。さて、今なのですが、木製のベンチの板の張り替え作業を進めています。今張り替えようとしているこの板は、以前日本でですね、ベッドのフレームの廃材を利用して作ったんですけど、全然持たなかったですね。もう中がスカスカになっちゃってスポンジみたいで、真ん中に足を乗せて体重をかけたら簡単に折れちゃいそうな状態です。やっぱり木材によって耐候性が全然違うんですよね。これから新たに使う木材はレッドチークという木材です。この前ですね、世界遺産のピニシ線を作っている、ビラという町に行った時に安く手に入れてきました。チークというですね、木材は適度な油分を含んでいるので、野外でもですね、持ちがいいんですね。特に潮風とか雨風、紫外線に常にさらされている船にとってですね、最適な木材です。実際に加工してみると、それほど硬くもなく、比較的加工しやすいように思います。さらにチークは収縮が少ないので、狂いが出づらく、見た目が美しいという理由から世界中で重宝されてきた木材です。そのため乱伐され、現在では世界的に貴重になり、価格も高騰してますが、インドネシアでは比較的安く手に入れられました。この辺も船の旅ならではですよね。さあ、あとはコルガに住んでるだけだよ。僕たちの旅っていうのはその土地ならではのユニークさを発見する旅なので、僕たちが好むところっていうのは物流が行き届いてないような場所が多くて、そこにあるもので工夫しながら、その都度壊れたものは修理して旅を続けていく必要があるわけですね。なんでね、その好きな場所に自由に行きたい、こういった理由からも僕たちはですね、自給自足をベースとした旅のスタイルを選んでいるわけですね。高さどれくらいがどうにかのストッパーの高さですか？どれくらい？そうだね。ここにうん。大です。おー。やったー。これで料理に集中できますよ。そうなんですよ。大体お飲み物の
こだ、いただきますよ。いただきます。あー、めっちゃうまいっす。めっちゃうまい。冷た。美味しいね。美味しい。マッサマのチップス。しかもね、海苔味なんです。インドネシアを旅している僕たちですが、実際に来てみるまでインドネシアのことは全然知りませんでした。せっかくなのでここでインドネシアの地理をざっくりおさらいしてみようと思います。インドネシアは赤道直下に広がる約1万7000の島々からなる国です。西にはマレーシア、シンガポール、タイといった東南アジア諸国、北はフィリピンで、東はパプアニューギニアとなり、ポリネシアとはまたちょっと違ったメラネシアの文化圏です。南は南半球オーストラリアが意外ともうすぐそこにあります。まさにアジアと太平洋の文化、自然が交差する場所です。観光客によく知られているバリ島がこちら。その東隣にあるのがロンボク島です。この2つの島の間にはウォーレス線という生物の分布を分ける大きな境界線があります。インドネシアの自然環境を知る上でとても重要なポイントになります。このウォーレス線の西側にはゾウやトラといったユーラシア大陸側の動物がおり、東側はカンガルーなどオーストラリア側の動物が生息と、はっきりとですね、分布が分かれているわけです。実際かつてはバリ島にはバリトラが、ジャワ島にはジャワゾウが暮らしていました。そして東の方はバンダアークと呼ばれる弧を描くように連なる火山帯になります。これはですね、プレートがぶつかり合うことでできた地形で、火山活動が活発で大地の起伏が激しいんですね。なので海が深く海底地形が入り組んでいるので、様々な海洋生物が集まってとっても豊かな自然を織りなすエリアになっています。さて現在私たちがいるのはスラウェシ島。この島の内陸部に住んでいるのが前回動画で紹介したトラジャ族です。先祖崇拝に基づいた儀式の文化や特徴的な木造建築で知られています。前回動画をまだご覧になってない方はおすすめの動画ですので、ぜひご覧になってください。沿岸部にはブギス族やマカッサル族がいて、木工や航海技術に優れ、伝統的な帆船ピニシ船を生み出しました。この造船技術は今も現役で使われていて、ユネスコの世界無形文化遺産にも登録されています。そしてここから向かうスラウェシ南東部の若飛諸島にはですね、海の旅と呼ばれるバジョ族が暮らしています。彼らはもともと船の上で生活してきた海洋民族で、その暮らし方や文化もこの地域の多様性を物語っています。ということで現在僕たちの位置はこの辺り、若飛方面へ船を西へと走らせています。うまっ。うまっ。これゴーゴーかよ。うまっ。やばっ。そうだよ。これを話したら本当にそのまま流れていくよ。あの島までだけど本当に流されてしまう。わー、うわー。水温ちょうどいいだろ。危ない。水温ちょうどいいだろ。ちょうどいいね。いつまでもなんか使っていられる感じで。寒くならないもん、夜で。全然温水プールみたい。ねえ、いいやね。シフトレバーが折れてしまいました。
大事件です。ここにこう入ってたんですけど、これは止めていたボルトが折れちゃったんですよね。ここにボルトが、こう入ってたボルトが、これが折れちゃった。なのでちょっとここに折れたボルトの先が残っちゃってるんで、これを摘出しないといけません。こっち側がちょっと出っ張ってるんで、こっち側をサンダーで切ってマイナスドライバーで外す作戦でやってみようと思います。こっち側にちょっとサンダーで切り込み入れてマイナスドライバーでこう外すという感じでちょっとやってみようと思います。で、この切り子がね錆びるんで、ちょっとブルーシートで切り子が飛ばないように養生してます。これ外れないと大変ですね。シフトチェンジできないんで頑張って直していきましょう。さあ、溝がここ切れました。マイナスドライバーで回るでしょうか。回る回る。よしよしよし。ちっちゃいやつ。これじゃ大きすぎるんで、これこの間マカッサルで買ったドライバー買っといてよかった。ああ、いいです。完璧。よし、無事摘出完了。これがね、ここがね、すごいブカブカなんですよ。もともと何だったんだろうな、これ。ギアがね、すごい硬くて入れづらいんで、あとね、ギアの前後の向きがね、なんか変わったんですよ。なんかちょっと複雑でね、まあとにかく力の伝達が一番スムーズになるようにしたら、ギアの入れ方の前後が逆になっちゃって、でそれでも力がいまいち入らないから、ここをね握りやすいようにちょっと変えたんで、いろいろ変えてるんですね。だからね、ここは一応ブカブカなんですよ。それがね、こう何度も何度もやって金属疲労で折れちゃったっていうことで、このボルト2つ、こっちのサラネジの方がいい感じか。そうそう、これならちょっとギュッとこっちはずれずに押さえられるんで、サラネジが良さそうですね。よし、修理完了。治りました。よかった。さて、ここは南東スラウェシの南に位置するブトゥン島バウバウという町にやってきました。ここはかつてブトゥン王国の中心地として栄えた町で、マルク諸島への交易路の中継地点として古くから海上交通が発達していたそうです。実はこの町にはある用事があってやってきました。早速サップで上陸してみたいと思います。これが住宅地なのに水がすごい綺麗じゃない？澄んでる。びっくり。ゴミもあんまりないし。まあちょうどね、引きなのかもしれないけどね。
陽気だ。わ、素敵。素敵な上陸地がある。いい。ああ、なんか釣ってるよ。おー、何釣ってるの？団地みたいな。本当だ。集合住宅。マリーナ付き団地。すごい。なんかいいとこですね。ね、いい感じよね。なんか賑わってるよね。賑わってるけど、ひどく渋滞してる感じは受けなくない？渋滞はしてないな。ねえ、ちょうどいい感じで人が行き来してるって感マーリアン。マーリアンです。じ。マーリアンだね。マーリアンじゃない。寺田。あ、寺田だ。寺田。寺田。も立派。あ、5万円。ハコフグ生きてる。名前パクパク。パクパク。これはもうね、立派。ロナン。ボロナン、Indonesiaボロナン。ボロナン。ボロナンっていうの？ボロナン。これは？イカはチュミ。チュミ。これは？ケオン。ケラン。これは後で食べたいねって言われたね。明日買おうか。ね今日はね、え。今日はね、調理しないので、今日は買えないんですよ。いろいろ取れるんだね。チナ、台湾。ジャパン。ジャパン。あ、そっか。ありがとう。ありがとう。いただきます。スブワ屋さん。1個いただきます。こんにちは。どれにしますか？私は緑のやつに挑戦してみたい。これですか？はい。パンダかな？パンダ。チンチャオ。チャオ。チンチャオ？チンチャオ？これは？あ、チェンドルだ。チェンドル。何ですかそれは？チェンドルってなんか緑のひねったようなおお。チェンドル。ゼリーみたいな。これは何？難しい。ブブガチャン以上。あ、わかった。お豆の。ああ、美味しそうじゃん。ブールおかゆですね、これは。美味しそうじゃん。じゃあ、私はこれにしようかな。昔。どこで座って食べるの？こっちか海岸か。海岸でも日陰がないから。日陰になってる。あ、そうやね。そこか。木陰ではなかったね。そこに座ろうか。でも影になってる。あ、で、ここ。出ちゃった。ほら、ここれがチェンドルっていうゼリーみたいなおやつ。混ぜだね。すっごい甘いと思うよ。下に黒砂糖が溜まってるんじゃないか下がな。混ざらない。上にコンデンスミルクもかけてもらってたしね。私のはなんていうのだっけ、忘れちゃった名前。いただきます。チンチャ、エスチンチャ。美味しい。美味しい。美味しいね。美味しい。なんかお豆みたいな苦味がある。これなんかゼリーがコーヒーゼリーっぽい。非常に甘い。甘い。ちょっとコーヒーっぽくない？甘いこれ。よく混ぜた方がいい。
風景。よかった。ここですか？今日のお宿。おー。はい、チェックイン無事に終わりました。はい、チェックイン完了は。そしてフロントでこれを受け取りました。おー。これはですね、はい。通販サイトで買ったスターリンクのケーブルなんですけれども、いや実はですね、このバウバウのこのホテルに来た最大の目的はこれを受け取ることだったんです。はい。いや実はね、そのスターリンクのアンテナのケーブルなんですけどね、これがね、腐食してね壊れちゃってたんですよ。そうなんですよね。でその原因っていうのが、この間トラジャに行ってたじゃないですか。でトラジャの間しばらく船を留守にしてて、でその間スターリンクのアンテナをこう外してたんですね。で外したのはいいんだけど、ケーブルをそこカバーしないといけないのをそのまんまにしてしまったんですよ。そして雨ざらしですね。見事雨ざらしで見事端子が錆びてしまい、帰ってさあスターリンクつなごうっつってトラジャから帰ってからアンテナつけてプシッてやったら、なんか最初ちょっと使ってたんだけど、なんかあれ接続切れたよっつって見たら、なんかちょっとパチ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 ってしてて、でもそこから完全に使えなくなって、ショートしちゃったみそうだたいな感じ。ね、ケーブルが完全にダメになってしまって、おおやってもうたーっつって、でまああとそのローカルのね SIM の普通の電話のコネクションもあるんですけれども、やっぱスターリンク便利だね。やっぱローカル SIM はその、まあ、一応ね制限とかもあるし、あとやっぱ電波がね、僕たちやっぱいろんなとこ行くから、特に海の上とかやっぱすごい電波が悪かったりとか途切れたりとかしてね、全然違うよね。いやなんか結構余裕、まあまあ別にローカルのコネクションでもつながるだろうみたいに思ってたら、思いのほかつながらなかったんだよね。もうね、やっぱ縁が相当近寄らないとね入ってこないんで。しかもその SIM もなんかこの間地元の人に聞いたら、この南スライシの方では一番入る SIM だよって言ってたから、それであんま入らないから、やっぱスターリンク大事だね。っていうことでやっとこのケーブルがお待ちかねでしたよ。手に入りましたんで、よかったね。普通にインターネット使えるようになりますよ。ね、ここのね、ホテルはね、結構ルイが探してくれて、やっぱりそうそうそう WhatsApp でやり取りするから英語多少できるそうだね、ところで、まあ受け取りの目的だけなんで、まあ安いところ、そうなんです。ビジネスホテル的なところで、最初ね、まず WhatsApp ナンバーがあるホテルとないホテルがあるから、であるとこじゃないと直ダメだな。接ねやり取りできるとかね。全部 WhatsApp で予約もちょっと日程の変更とかもね、融通聞かせてもらったし、すごい融通聞かせてもらって、荷物も受け取らせてもらって、ブラボーホテルバウバウにお越しの際はぜひこちらブラボーホテルにお泊まりください。そうですね。いろんなホテルありますけれども、Google マップで調べて、下 WhatsApp ナンバーありますから、そこからコンタクト取れる。WhatsApp で予約をしてくれた。全部大丈夫です。でもね、立地はいいんですよ。すぐね、目の前が海でね。ここ一番なんか中心地みたいな。まあ、お部屋はね、海岸沿いの恩恵は全然受けてないですけれども。まあ、はい。いや、まあ。うちのね、窓がある角部屋ぐらいしか。海辺の恩恵は受けてない。僕らはオーシャンビューの部屋、偶然にもゲットした。素晴らしいホテルです。はい。すごい見晴らしだね。ねえ、見晴らしいわ。あ、これパイナップルじゃない？本当だ。どういうこと？いやだ、パイナップルが何なのかいまいちよくわかんないんだよ。何か塔が立ってたはずがあるね。なんかここの土地の人はパイナップルのようだっていうのをなんか
外パイナッ側はプルは成長されている。外側は硬くて中身はうん、柔らかくて甘いどういうこと？感じの人らしいです。どういうこと？ガードは硬いけどうん、内面はすごくスイートだよっていうことだね。へー、だから外見ではわからない。なるほど。知り合ってちょっと仲良くなるとスイートだってこそとだね。うなの？なんかやっぱり歴史があるのかな、そういう。結構やっぱ攻められやすい。うんみんなが抑えたい要塞のポイントっていう感じなのかな。ここがさ、やっぱ中継地点になるじゃん。まあそうやね。マカッサルとかもうん違うや。マラッカとかもそうでしょ。マレーシアのさ、中継地点でいやみんなが立ち寄るところで、ここもやっぱり大事な補給ポイントにちょうどいいのかもしれないよね。ああ、なんでいいの？飲む？うん。飲んでいい？うん。ソロはないんだよ。飲もうか？なので飲んじゃおう。うまいなあ、相変わらずこれうまいな。私のも？本当にありがとう。私のをもらってしまいました。ちょっとサワー。本当、チクしてるの？リトルサワー。私のももらっちゃったんこれだだ。って1個飲みきれないよ絶対。本当？多いよ。じゃあね、2人で2ついただきましょう。こぼしそうなんだけど。ジューってやったらあれです。吸うんだね。ちょっとジューって。美味しい。美味しいね。甘いね。甘いね。飲み口が大きくて美味しい。美味しいね。ココナッツフレークいただきます。洗ってくれてる。中にウォーターがあったら一気にココナッツウォーターで洗うけど。そういうことか。2分ちゃんと2分も入れてくれる。Ini berapa yang ini? 13 yang ini 12. Yang mana 10? Ini yang 10. お財布。財布だ。わーい。ココナッツフレークゲット。しかもフレッシュなやつなんてナイス。嬉しいね。さあこちらですね、スターリンクのケーブル、壊れてしまったケーブルです。この中にね、水が入ってしまってショートしてしまったようです。これなんかね、特殊な形状なんですよ。スターリンクの独自の形状なんですよね。なんでまあ簡単に替えが利かないということで、スターリンクの新しいケーブルをインドネシアのトコペディアっていう通販サイトなんですけど、そこで手に入ったんでよかったです。いいですね、端子同じ形状です。よかった、これだ、使えるぞ。よし、じゃあこれをセットしていきましょう。イエス、来たぜ。OK。よし、多少余裕持ってこれをここ、よし、来た。よし、これぐらい余裕持ってればいいっすね。OK。
よし、いいっすよ。これでじゃあちょっとスイッチ入れてみましょう。やばなんか症状変わってない。まずいです。アンテナがもしかしてダメになってる可能性がある。もう GoPro の電池がなくなっちゃってうまく撮れなかったんですけど、無事つながりましたね。ちゃんとつながりました。ちょっと接続時間かかってたみたいで無事、スターリンク復活です。よかった。さあ、今回はここまで。スターリンクも無事始動し、バウバウの街を後にします。さあ、次回は若飛国立公園に到着します。海洋民族馬上族が暮らす若飛とは一体どんなところなんでしょう。次回もお楽しみに。またね。チャンネル登録、いいね、通知設定よろしくお願いします。